これを通して見るとプラスチックの中の圧力が見えるっていう。圧力が見えてるんですか？そうなんですね。これは何のパン？巻き寿司の蓋です。なるほどね。ああ、これで変わるんだ。そうなんです。本当だ本当だ。おー虹色に。はい、ピックアップアーティストのコーナーです。本日のピックアップアーティストは川原茜さんです。お願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。川原茜さんです。日本で美大を卒業後にロンドンのセントラルマーティンズで修士課程を修了され、東京とロンドンの2拠点で活動されていらっしゃいます。科学やテクノロジーなど分野を横断した研究をもとに私たちの体を再考し、新たな可能性を提案。現在は視覚や味覚など感覚器の研究に取り組んでいらっしゃいます。これどうなってるんですか？これは中にあるのが、プラスチックのオブジェクトで、はい、回ってるものが。そうですね、はい、この奥にあるライトとあと手前についている2つのレンズのところに、偏光フィルターっていうものが入っていて、カメラとかにつけて太陽の反射とかを防ぐのに使うのが一般的なんですけど、これを通して見ると、プラスチックの中の圧力が見えるっていう。圧力が見えてるんですか？そうなんです。部分的にブルーになったりとかっていうところが。そうですね、はい。その偏光フィルターってあれ、要は太陽とかを見るときに、はい、あれのことですよね。そうです。これは2個今黒と白に見えてるんですけど、はい、同じフィルターを使っていて、ただ向きが違うだけで、偏光フィルターっていうのはすだれみたいになっていて、いろんな方向の光をこっちの方向に振動してる光だけ通すフィルターみたいな感じで、これは奥が例えば横向きだとすると、この黒い方は縦向きになっているので光が入りづらくて黒くなっていて、でこっちの方は同じ向きを向いているので白っぽくなっています。これは青く光っているというか見えているところっていうのは、圧力がかかっている。そうですね。こっちの作品だと、工業製品のどういうふうに作られてるかっていう過程が見えるっていう。どこに圧力をかけたのかっていう。はいはい。タイトルが面白かったですよね。面白いっていうか、多分ありのままを言ってるだけなんですけどこれは魔王がよくわかりますよね。そうですね。これは何のパン？これは巻き寿司の蓋です。なるほどね。蓋の部分ですね。こっちは？こっちはコンビニのサラダボウルですね。これ普段食べてる時は全然気づかないんですけど、こういうフィルターを通すとこんな複雑な形してたんだっていうか、この連作のタイトルがVision of Seeing Things Invisible っていうタイトルなんですけど、見えないものを見るビジョンというか、そのビジョンっていうのは視覚とか視野とかだけじゃなくて、もう頭が思い描いている未来像だったりとか、幻影とか幻覚とかそういうものも含めた意味でビジョンっていうタイトルをつけてます。サステナブルデザインってどういうものなのかなってちょっと聞きたくて、なんかこの辺ともちょっとつながるのかなと思ったんですけど。そうですね。私が行ってた大学院がイギリスのロンドンにあるセントラルセントマーチンズっていう、そこのマテリアルフューチャーズっていうところを卒業しまして、で主にサステナブルデザインとあとスペキュラティブデザインっていうものを主に教わっていて、サステナブルデザインっていうのは未来に向けてすごく持続的に使えるもの、例えばプラスチックの代用品のマテリアルを研究するとか、本来廃棄されるものを利用して作ったマテリアルだったりとか、そういうサステナブルなマテリアルを研究するっていう方向性と、あとスペキュラティブデザインっていう方向性があって、スペキュレートっていうのは試作するっていう、推測するとかそういう意味で、なんかこういう未来もありえるのではないかっていうことを見ている人に問いかけて、で、そういう良い未来を考えさせることでより良くしていくっていうのがスペキュラティブデザインっていう、割と新しい言葉なんですけど、私は結構そっちに近いというか。なるほど。スペキュラティブデザインの方向性で考えると、この作品群で僕らに見てる人たちに問いかける、言葉なりイメージっていうのは
どういうものになるんですか？もともとファッションを勉強していたりとか演劇とかコンテンポラリーダンスをもともとやっていて、そうなんですね。だから身体性っていうことにすごく興味があって、でそこを突き詰めていくうちに感覚器っていうものにすごく面白いなと思って、その私たちが得る情報の8割は視覚から来ていて、すごくメインな感覚なのでまずは取り扱いたいなと思ってやりました。なんか存在はしているけど見えていないものっていうのを何かすごく簡単な方法でなんかレンズを一つ差し込むとか何か新しい道具とか感覚を与えることによって新しい体験とかその自分が新しい感覚が備わっているように感じる、今まで自分が持っていた身体の可能性だったりとか、なんかそういうものをこう再発掘してほしいっていう意図で制作してます。実際に見ていただくのが分かりやすいと思うんですけど、これをここにそうなんです。これを持っていただいてこうですね。こういう風にするとこれで変わるんだ。そうなんです。本当だ虹色に。で背景も白からグレーにこうグラデーションになっていって、中の柄も変わるっていうのが、これだとなかなかめっちゃ回りますね。360度。すげえ。そうなんですよ。楽しいですよね。不思議ですね。こういうところで別に見えるものはないのか。プラスチック。この後ろに明かりを当てるっていう。そうなんです。光源があって、でモニターってもともと変光板が入っているので、そういう風に見えるんですけど、例えばこういうとこでも見えます。このモニターでも。そういうことか。こういう風に挟めば。本当だ。ちょっとやっぱ光が。現象としてはすごく科学の授業とかでもやるような簡単な。豆腐？そうです。これはごまくるみごま豆腐です。これ今実物見れないってことなんですけど、今はどこでやられてるんですかこれ？今はこちら京都のBNA アルタミュージアムさんっていうアートホテルで展示してます。この番組が放映される時には見れない。そうなんですよね。でもまたどこかで展示したいなと思ってるので、ぜひ実物を見てほしい作品です。なんか結構デジタルエフェクトっぽいので、なんかデジタル作品だと思われることが多いんですけど、私も実物拝見した時そう思いました。あれってここ映像が映ってるのかなって一瞬思ったぐらい。そういうちょっと AR 的なね。そういうのも結構目指してるというか、そのデジタルっぽいんだけどものすごくアナログな手法でやってるとか、そういう分野と分野を横断すること、デザインもアートだったりとか、そのテクノロジーとか科学とかと結びつけてみたりとか、なんかこれはこういうジャンルっていうよりはいろんなものの間がすごいいつも気になってる感じですね。この展示が終わったその先は何かあるんですか？今のところは決まってないんですけど、またイギリスに行くつもりなので、またその前に日本でできたらと思ってます。演劇とかダンサーもやらないんですか？そうですね。パフォーマンスアートとかはすごい興味があるので、なんかそういうのとも絡めていけたらなっていう、感覚すごい身体に近いので、そういうこともできていけたらなと思いますし、今は味覚の研究をしていて、電気味覚っていう食べ物に電気を与えて味を変えるっていう作品を作っていて、それは結構パフォーマンスアートっぽいです。なので、イベントみたいな形で開催して、見ていただいている方に実際に食べていただいて、そういう食体験をプレゼンするみたいな感じで、これはかなり演劇っぽいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。川原さんの作品はミーテアートのオンラインショップで特別販売されていますので、ぜひチェックしてみてください。以上、ピックアップアーティスト川原茜さんでした。ありがとうございました。